どうも、まさるです。今日はですね、こちら、エゾジカの心臓、イノシシの心臓、エゾジカの肝臓っていう食材ですね。北海道編のエゾジカの心臓とですね、動画には映ってなかったと思うんですけども、白畑さんが仕留めたエゾジカはね、ちょっとね、肝臓打ち抜いちゃってたんで、あれとは別個体のもうちょっと大きいオスの鹿の肝臓と、そして山口県で採れたイノシシの心臓ですね。っていうことなんですけども、今日めっちゃ体調悪いわ。昨日なんですけど、8年熟成のイノシシの生ハムの原木を食べまして、その際に、細菌感染とかはしてないんですけども、96% のウォッカをですね、2杯飲んでたと思うんですけど、あれで完全に胃がやられましたね。マジでみんなあれ、割らずに飲んだらダメだわ。なんであれ 96% で販売してんの？やばくない？なんで？普通に売ってあるから飲んでも体に支障ないと思って2杯飲んだんだけど、めちゃくちゃ今胃が痛いわ。ちょっと舐めたな、96% のお酒。はい、ということでちょっとね、今日あんまり頭が回ってないんですけども、皆さん真似しないようにということで、今回初めてのね、ジビエの内臓なんですけども、あえて何も調べていません。というのもですね、もうこんな味やっていうのがもう、正解が分かったら面白くないじゃないですか。ということでですね、初体験としてね、挑んでいこうと思います。それでは早速、観察していきましょう。で、こちらがですね、エゾジカの心臓ですね。隣のイノシシの心臓と比べますと、かなり黒っぽい色をしてますよね。処理としてはですね、取れた瞬間に、ここ割って、中に溜まってる血を両方とも出してるんで、処理はほぼ同じなんですけども、かなりね、違いが見られますね。で、油の感じもですね、鹿の油はですね、すごい硬くて、イノシシの油はね、柔らかいですね。今常温で室内20度ぐらいなんですけど、カッチカチですね。この野生動物をね、食べるようになって面白いなってちょっと一つ思ってるのがですね、この油の融点の違いなんですよね。魚とか海産物をずーっと食べてたんで、基本的に油の融点が低いんですよ。低い温度でも油が固まらないんで、魚の油とか取りすぎてもあんまり胃もたれすることなかったりするんですけど、それで言うとね、熊肉をめっちゃ食べたことがありまして、あれすごいですね。確かツキノワグマだったんですけど、油の融点が高いんですよ。油が全然溶けなくて、次の日めちゃめちゃ胃もたれしてて、一緒に食べた友達も胃もたれしてたんで、この話あんま面白くないか。同じ心臓でもですね、かなりね、もう見た目も油も違いますんで、食べ比べ結構楽しみですね。そしてこっちがレバーでございます。ちょっと乾燥しちゃってるんですけど、これかなり黒くなってしまってるんですけども、元の色を見てないんで、解凍の仕方が悪かったのか、もしくはもうこういう色なのか、わかんないんですけども、ここからいっぱい鹿食べるやろうから、それはだんだん分かっていくことやな。はい、ということで、鹿とイノシシ、初の初ということでですね、さばいていきましょうか。はい、ということでさばいていくんですけども、本当にびっくりするぐらい頭が回ってなくて驚いています。ただ昨日の時点で解凍始めちゃってたんで、もう動画撮るしかないんですよ。まずエゾジカのレバーからね、さばいていこうと思います。世の中にはですね、エゾジカのレバーをですね、生で食べる人もいるらしくて、それがめちゃくちゃ美味しいらしいんですけども、野生動物の生食は死の危険がありますんで、私はやりません。で、これ結構大きくて、500g ぐらいあって、かなりね、獣臭がすごいんですけども、せっかくやったら獣臭を楽しみたいっていう気持ちと、上品に食べたいっていう気持ち、二つが存在しますので、板半分に切りましょう。板半分に切りましょう。わ、でもレバー、これ、普通に、うわー、すっごい香りするな。匂いはきつめですね。かなり生臭さを感じるんですけど、血っぽい匂いがね、結構するんで、血を抜いていきましょうか。30分ぐらい血を抜いて、あ、これ、串です。いろいろちょっと今回処理が間違ってる可能性がありますが、精肉に詳しい方ね、ぜひコメントしてくださいね。そしたらマサルが成長していきます。コメントちゃんとね、読んでますから。はい。で、これ皮がね、分厚いのよ。普通にコンビニのビニール袋より分厚い感じする。これ皮剥がないと食べれねえな。うらー。では水を入れていきましょう。で、ここに塩を入れていきます。多分動画見てる人は鹿って銃で撃つもんなんやって多分思われてると思うんですけど、ライフル銃って所持するまでに最低10年かかるんですよ。だから基本的には罠で取ってるんですけども、で、罠で仕掛けるときに餌何使うかっていうと、米ぬかを使うらしいんですけども、白畑さん曰く米ぬかに塩を混ぜると食いつきがいいと。この塩は海水由来でできてるんですけども、岩塩でやると食いつきが全然違うって言ってて、日本に岩塩なんてないのに、エゾジカは岩塩を好んで食べるらしいんですよ。面白くないですか？でも冷静に考えると、森の中ってミネラルがね、結構不足するらしくて、塩とかミネラルって貴重なものになるみたいなんですね。お、すごい。濁りが出てきました。ここにさらにあれを加えていきます。はい。私が壮絶に今、体調が悪くなってる原因、スピリタスです。
臭み抜きに絶対に効くと思うんで、臭み抜きに使っていきましょう。あんまりアルコール度数高いとね、アルコールの味がついちゃうんで、もうこんぐらいでいいでしょ。うわ、ちょっともうトラウマな匂いがしてきた。で、これで、ちょっと30分くらい置きましょうか。さて、匂いを抜いてる間にですね、こちら下処理をしてないレバーをですね、切っていこうと思います。これ皮食べれなさそうなんで、一旦これ皮を剥いでいきます。あと、ここなんかちょっとビヨーンってなってるんで、ここ嫌なんで取りましょう。これ牛刀の方がさばきやすいな。こっちでさばいていきましょう。実際でも狩猟について行ってみて思ったんですけど、ライフル銃でさ、3日間追い回して1匹取れるかどうかの世界なわけじゃないですか。旧石器時代とかさ、ちょっとみんな思い出してほしいんだけどさ、槍で取ってたわけでしょ。鹿とかイノシシとか火薬がない時代にね。今でさえさ、車で山の中入っていって、あんな最強の装備でようやく取れるかどうかの獲物をさ、もうほぼ素手に近い状態じゃない？槍で。槍とか弓矢か。で取ってたのってすごくない？ちなみに今弓矢でね、取るの日本では禁止されてますね。これ皮全然もっと薄く引けそうですね。分厚いんで、なんかもっと魚の皮を引くような感じでいけそうですね。あー、むずいわ。これ上手い人だったらでもできそうだな。ほら、これ、今ちょっとこれ、かなり薄くできてたの。だけど、難しいね。よし、皮が剥けましたね。これ結構でかいね、血管があるんですよ。これわかるかな？でかい血管がね、いくつかありまして、血管を避けて切るみたいなことも聞いたことあるんですけど、血管もタンパク質なんで食べましょう。うわ、すげえ、結構血管入り乱れてんな。ほら、結構太いよ。小指とか入りそうなぐらい。入らんな。さて、切っていきましょうか。もう、でもやっぱ黒いね。いやでもこれマジで味の想像がつかんな。なんか今まで食べたことない匂いをしてるんですよ。で、肝心なのがですね、白畑さんがものすごいグルメなんですよ。北海道住んでる方、北海道料理美味しいじゃないですか。やっぱりね、味に結構ね、すごいこだわりがある人だったんですけど、の方がおすすめしてるレバーなんで、どんな味なのかめちゃくちゃ気になりますね。さて、皿に並べてみました。映像だと全部黒になって一体化して見えますね。本当に、もう、これどうしようもないわ。エゾジカの匂いだわ。エゾジカの腹を割った瞬間の匂いがします。さて、イノシシ行きましょう。このイノシシの心臓はね、山口で採れた、おそらく1歳ぐらいの、オスの個体なんですけども、かなりね、心臓小さいです。正直。他のね、ちょっとイノシシの心臓と見比べてみたんですけど、もっとね、ソフトボールぐらいの大きさあるんですけども、これはテニスボールサイズですね。この心臓の血管の部分とかね、普段食べないでしょうけども、せっかくなんでね、血管も食べてみようということで、これも食べます。血管の壁って何でできてるんだろうね、白いけど。ハツもね、若干皮硬いんですけども、これは取らなくていいんじゃないかな。取らないにかけましょう。昔の人もさ、多分さ、食べたことないもの、うわ、これどうやって食ったらうまいやろうなって思いながらさ、頑張って考えてたんだろうね。今それを体験してます。やっぱ正解があるものって面白くないじゃないですか。正解がないものに挑戦していくのが楽しいと私は思ってますから。うわ、ちょっと生で行きたくなるな、これ。めっちゃ美味しそうなんだけど。絶対生で食ってもうまい。さて、これも切っていきましょう。では、今度、こちら、エゾジカの心臓ですね。これはちょっと油取るかどうかで味がだいぶ変わってきそうだな。うわ、むずっ。油ぎっしりついてるもんね。なんでこんな油乗ってるんだろう。ちょっと油と一緒に楽しめるように油付きの部分、こういう部分と油なしの部分ね。この心臓の筋肉だけの部分。こちらでね、切り分けていきましょう。
てかマジな話さ、牛と鶏と豚しかほとんどの日本人が食べたことないのってさ、変じゃない？逆に。多分みんな、うわぁ、イノシシ殺してるわとか、鹿やってるわって目で見てる人もいると思うんですけども、絶対いろんな選択肢があった方が、俺は幸せだと思うんですけど、こういう選択肢があるのもね、やっぱ刺激的で面白いですよ。ではさらに盛り付けていきましょう。もうやはり海のね、生物と違って心臓が大きくていいですよね。水中の生物より陸の生物の方が心臓がね、でかいんですよ。魚ってさ、1メーターとか、20キロとかあるさ、魚でも、ほんと心臓でピンポン玉ぐらいのサイズしかないんですよ。これなんでかっていうと、人間とか、それこそ鹿とかさ、重力に逆らって血液を回していかないといけないところ、魚はそこまでの圧力を必要としないんで、同じ20キロの動物と20キロの魚で比べた時に圧倒的に魚の心臓ってちっちゃいんですよね。あとはね、生き物解体してて、おもろいなとか思うところはですね、胆のがあるかないかとか。これでね、内臓見たらわかります。胆のって、みんな聞いたことある部位やと思うんですけども、結局何の部位なんていうと、主に脂肪を分解するための酵素を出す器官なんですけども、鹿には胆のがないけども、馬には胆のがある。なんでそこ変わってくんのっていうと、肉食やとやっぱり油が分解できないとエネルギーに変えられないじゃないですか。だから、肉を食うかどうかで、その胆のがあるかどうかっていうのが変わってくるんですね。鹿みたいな草食動物には胆のが基本的にはないし、我々みたいなね、雑食、肉とかも食べるし、野菜とかも食べる奴らは胆のがあるし、熊みたいなね、肉食動物には胆のがある。そして、魚も一緒ですね。ほんと肉食魚のやつは胆のがでかいんですよ。胆のを潰さないようにさばきましょうねっていうのをね、よく言ったりするんですけども、肉食魚の胆のってマジででかいんですよ。で、世の中さ、やっぱ胃腸が弱い人結構いるじゃないですか。だから昔は熊の胆のを乾燥させたものを削って水で溶いて飲んでたらしいんですよ。それはもう油を分解したりとかする酵素を摂取して胃腸を整えたりとかしてたみたいなんですけども、薬事法のルールが厳しかったりとか、それで熊が乱獲されたりとかして、今はそれやってる人はもうほとんどいないみたいなんですけども、そんな効果もあるみたいです。今度胃もたれした時とかに、サメの胆の乾かしたものとか食べてみようか。ありだな。それではこちらね、処理をしたものをやっていきましょう。色がだいぶ表面が白っぽくなって身が締まった感じがあります。俺も一回熊の胆のをね、飲んだことがあるんですけども、マジでこの世の全ての苦味を合わせたような味がします。見た目はそんなに変わらないんですけど、この皮の剥ぎやすさとかはかなり変わりましたね。やはり表面の水分が抜けたことで、さっきまでなんかゼリーの表面を切ってるみたいな感じだったんですけど、今回しっかり肉の表面を切ってるような感触になってきました。でも匂いは全然封入されてるだけで全く変わりないですね。今、この皮を剥いだ瞬間に匂いが立ち込めてきました。ハツは全く匂いないのにな。やっぱさっきのよりかなり締まってる感じありますね。これ味変わってくるのかな？はい、ということで皮を剥いでみたんですけども、多分ね、皮剥いでから匂い消しをした方が良かったな。多分あんまり変わってない。ただね、他のもの切っちゃってますんで、これ以上他のもの炒められないということで、このままいきます。でも、変わってるのかな？わかんねえ。はい、というわけで切り終わりました。こちらが、イノシシのハツ、そして鹿のハツ、そして下処理をしてない鹿の肝臓。で、こっちが下処理をした鹿の肝臓ですね。パッと見はですね、あんまり変わらないですね。スーパーとかに売ってある豚の肝臓と同じような色合いをしてますね。ちょっとこのカメラね、若干ね、赤黒いものがね、実際の視覚で見るより黒く見えるんで、真っ黒に映ってるかもしれないんですけど、カメラで見るほどは黒くないですね。で、今回何の料理にするかと言いますと、炭火焼きです。バーベキューですね。外に七輪が用意してありますので、焼きに行きましょう。はい、さて、準備をしました。焼いていきましょうか。特に野外用の机とか買ってないんですけども、こういうので食べるのもオツでしょう。いや、こう見るとうまそうやな。外で食うだけでさ、美味しさって数倍上がるよね。うわぁ、ビール飲みたくなってきた。鹿。無処理。でもめっちゃ美味しそうな匂いしてきた。油塗った方が良かったかも。なんか下処理してる方がブリッブリしてますけど、何か違うのかな？なんでだろう。下処理してない方がこんなぐにゃぐにゃなのに。場所にもよるのかもしれないですけど。
まあ、あんまり俺がワイドな画角で足まで映ることないんですけど、あれ、マサルってワイドパンツ履いてたんやってなってる人もいると思うんですけど、マジで太ったよね。太って、ワイドパンツしか入らなくなったよね。1回目のサバイバルの時とか見返してほしいんだけど、あの時が一番細くて57、8キロ。今79キロです。デブだよね。怖いな。なんか、ちゃんとしっかり焼かないとあかんからな。いや、普通に美味しそうだぞ。水分量が多いっていうか、多分これ水分もっと拭き取るべきなんだな。全然この血液みたいなものがね、全然止まらないですね。ずっと出続けてるんですけど、この状態で食べていいものなのかどうか。でもあんまり火入れすぎるとさ、レバーって美味しくないじゃん。火加減むずいな。めっちゃええ香りした。ではまず、下処理をしていない方を塩でいきましょう。塩です。いただきます。これやばいな。なんか1週間放置した魚の内臓みたいな味がしましたね。人にもらってるから、すごい言いづらいんだけど、とてつもなく臭いですね。下処理間違えたんやろうな、これ。下処理してる方を食べてみましょう。怖っ、これ。うわ、全然違う。下処理してる方は、びっくりした。全然違う。旨味っていうか、初めての感覚なんですけど、甘いんですよね。獣臭はやっぱりするんですけども、もう別にそこまできつくなくて、まあちょうどいいアクセントになってるような感じですね。下処理ってめっちゃ大事だよなって今思いましたね。これ、ハツもちゃんと下処理した方が良かったかもな。正直、下処理されてないレバーは表現よろしくないんですけども、口の中に直接脱粉されたんじゃないかと。一瞬戸惑うほどの強烈な匂いがしましたけど。スピリタス 100cc と無処理のエゾジカのレバー、どっち行くって言われたら、迷わずスピリタス 100cc 行くぐらい強烈な味でしたね。なかなか人生で生きててここまで強烈な味を食べることないから、ちょっと面白いです今日ね。うわ、こんなちゃうんか。てか甘いな。なんでこんな甘いんやろ。で、やっぱ血管取ってないんで、血管がある場所はね、コリコリしてますね。こんなちゃうんや。下処理なしのレバーは絶対に飲み込めないんで、下処理してからまた後で食べるとしましょう。まあ、切ってるやつをね、塩水につければいいだけなんで、下処理してから食べるとしましょう。では続きまして、手前がイノシシの心臓、奥がエゾジカの心臓ですね。鹿のハツはすごいな。めちゃめちゃパチパチジューシーな感じになってますよ。さていただきましょうか。まずはイノシシのハツから。ああ、なるほどね。ファーストインプレッション強烈なジビエの香りがするんですけど、旨味自体はすごいですね。で、思ったよりね、コリコリしてない。柔らかいですね。いや、これ多分下処理だな、マジで。血管です。血管行きましょう。血管バカうまいぞ。イノシシの心臓の血管めちゃくちゃうまいです。なんかイノシシの油自体がすごいね、ジューシーで旨味があるんですけど、そこにね、コリコリした食感が加わって、ホルモンみたいな感じかな。めっちゃうまいジューシーなガム噛んでる感じ。では、エゾジカのハツ、油付きの方行きましょうね。いただきます。めちゃくちゃうまいじゃないか。やっぱイノシシはね、やっぱ豚に近い油の味がするんですけど、鹿はですね、マジで鹿だわ。こんなに違うんだな。じゃあ油がない方も行きましょう。うわぁ。これはマジで万人受けする味だな。鹿のハツめちゃくちゃうまいぞ。マジか。こんなうまいんか。ちょっと衝撃が走ってる。レバーがね、正直、えげつなすぎたんですけど、待って、鹿のハツめっちゃうまい。これをマジでみんなに伝えたい。牛の上タン塩とかに味が近いかもしれないんですけど、こいつは笹を食べて生きてるんでね、上品な木っぽい香りがするんですけど、で、かつね、油がね、臭くないんですね。ジビエって、いわゆるちょっと若干ね、獣臭さとかイメージありますけど、全くない。えぐっ。ここ数日でいろんなもの食べてきたけど、鹿のハツが一番うまいわ。はい、というわけでね、中に戻ってきました。やっぱ外で撮影してるとめちゃくちゃ目立つな。今回やっぱりね、改めて思ったんですけども、ジビエマジで下処理が大事。なんか結構みんなさ、ジビエって獣臭い、美味しくないみたいなイメージが強いと思うんですけども、ジビエ業界の人がみんな口を揃えて言うてることがあって、ちゃんと下処理すればうまいぞと。そもそもイノシシとかね、元々は食べる目的で取られてるってよりは、作物を荒らさないために農家の人が取ったりしてるところからスタートしてるんで、せっかく殺したんやったらみんなに分けようかみたいな、そんな冷蔵庫とか冷凍庫とかもない、ちゃんとしてない時代に分けようかってなったら、なんやこの肉臭いのってなるわな。特にレバーなんて常温で1日経ったものとかが渡されるわけでしょ。ほら臭いイメージになるわって思ったら、
まあジビエ下処理しなかったら食べれないとかよく言われてるけど、まあ俺は正直信じてなかった。だから今回ね、レバーを下処理せずに、しかも常温解凍でやってみたけども、えぐい。様々なね、俺の過去の動画でマジでいろんなものを食べてきたけど、鹿のレバー、無処理が一番匂いきつかったかも。これえぐいわ。これはえぐいな。こんな変わるもんなんやな。まあ、今回かなり勉強になりましたんで、まあ、これ以下をね、動物の内臓を扱うときは、マジでもったいないからね。正直こんなんなかなか手に入らないから、絶対美味しく食べた方がいいから、もうちょっとしっかりした処理でね、食べようと思いました。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえばやばい漁師にもらったやつ美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。美味しい。